はい、それでは必要条件、十分条件の判定法について説明をしていきます。次のこの黄色い空欄の中に1番から4番まで適切なものが入れられるようになるということが目標です。では3つの文章を見ましょう。3たす2は5である。1万人は多い。人は哺乳類である。この3つの文章ですが、実は1番と3番は命題というふうに呼んでいいんですね。命題って何か。4番、3プラス2は7である。これは命題でしょうか、命題ではないでしょうか。どっちだと思います？これは命題と呼んでいいんです。ね。括弧1も括弧4も命題なんです。では5番、ライオンは強い。これはどうでしょう？これはダメですね。2番と5番がダメですね。このダメな理由って何か。ね、例えば1番、1万人が多いというの、これは話の流れで1万人を多いって感じるときもあるし、少ないと感じるときもありますよね。10万人の人口の町で、若者が1万人しかいないっていうふうに言われたら、ちょっと少ないなと思いますよね。ライオンは強い。これも状況によりますよね。相手によるということですよね。はい、このように、主観的な判断が入ることで、変わってしまうもの、これは命題とは呼ばないんですね。主観的な判断を除外して、論理的に正しい、あるいは間違っている。これがはっきり言えるもの、これを数学では扱いたいということで、命題というふうに呼ぶことにするわけですね。はい、ですので、真偽が判定されうる分を命題というふうに言います。ですので、1番、これ3たす2は5である。これは真ですよね。正しい。3たす2は7である。これは間違っている。偽である。はっきり言えますよね。なので、1番も4番も命題なわけです。ね。そして、この文章ですけれども、この和の前後で条件が分かれますよね。はい。で、この和ですが、だいたいならばで置き換えることが可能です。これは他の文章も同じことが可能ですね。命題であれば、和の部分はならばで置き換えることが可能ですね。で、この青い方、こちらの青い方、今 P と、で、ならば、赤い方、今 Q というふうに名前を付けましょう。P ならば Q である。大体命題というのはこういう形で、表されることが多いですね。はい。で、この P の方を仮定、Q の方を結論というふうに呼びます。であるのところは省略されることも多いですね。P ならば Q。そして記号で書くとこの矢印、ならばの部分を矢印で表現します。はい、ここからは命題を扱っていきます。次の命題は真か偽か考えましょう。x を自然数とする。x が4の倍数のとき、x は2の倍数である。この命題ですね。最初に、x を自然数とするというところですが、これはね、前提と呼ばれるもので、この条件の中で命題の真偽を判定しますよということなんですね。ですから、この命題で仮定は x が4の倍数、結論は x は2の倍数ということになります。この仮定の方を条件 P、結論の方を条件 Q と、名前を付けましょう。で、こういうふうに矢印を書いて P ならば Q。この命題が真か偽かということですね。まず考え方ですけれども、この命題、真と思われますよね。で、真であるためには、正しいと言えるためには、x が4の倍数であるならば、必ず x は2の倍数になるよということが断言できなければいけないということなんですね。
例外があったらダメなんです。ね。例外があったら、それはもうその命題は偽ということになってしまいます。ね、じゃあ、どうやってそれを調べればよいか。一つの手段として有効なのが、ね、集合を使うやり方ですね。条件 P を満たす X の集合を P、条件 Q を満たす X の集合を Q というふうに今、名前を付けるとします。そうすると、例えば P は4、8、12、4の倍数ですからね。というふうに続いていきますよね。Q は2の倍数ですので、このように偶数が並ぶわけですね。そうすると、この2つで、ね、縫合関係、どちらかの集合がどちらかもう一方の集合を完全に含んでいるか、ね、それを調べるんですね。そうすると、はい、これ、明らかに、P の集合を Q の集合が含んでますね。これ記号で書くとこういうふうに表しますよね。ということは、ね、条件 P を満たす要素は必ず、ね必ずという言葉を使いましたよ。必ず Q の条件を満たす。確かに入ってますよね。P の中に入っているものは全部 Q の中に入っている。なので、ね命題 P ならば Q。これは真だ。ね、真であるということが断言できるということなんですね。はい、それで、P ならば Q は真であるならば、P を表す集合ですね。それから、Q を表す集合の間に、P が Q に含まれると。ね、こういう関係が成り立っているんですよね。で、これの覚え方なんですが、一つ紹介します。はい。これ、まず、ピッチャーとキャッチャーが出てきましたね。そうすると、このピッチャーの P ですね。この P を、この命題の P と対応させます。で、今度はそのキャッチャーの方ですね。この C、綴りが違うんですけれども、ちょっと音が少し近いということで、Q にこの C を対応させることにします。そうすると、ピッチャーとキャッチャーがいますから、ね、当然、球を投げますよね。で、この球を投げた、このキャッチャーミットの部分、こちらに注目してください。ね、これって、こういう状態じゃないですか。ね。そしたら、このボールのところですね。これが、いわゆる P、ね命題の仮定の部分の P だと。ね、そして、キャッチャーミットが、いわゆる Q、ねこの Q、結論の方ですね、に対応していると。仮定を表す集合が結論を表す集合に含まれていますよと。で、こちらの図と対応させるわけですね。そういう覚え方がありますよということですね。P と Q が対応している。はい。この相互関係、覚えておいてください。はい、それでは問題1に取り組んでみましょう。問題の1番です。解いてみてください。真か偽かを考えるということですね。それでは解説をしていきます。それでは問題の1番です。まず、x は実数である。これは前提ですね。そして、仮定の部分、条件 P を満たす x の値の集合。これをラージ P というふうに今表しましょう。今度は結論にあたる部分ですね。条件 Q。こちらの方は、ではラージ Q というふうに名前を付けましょう。ですので、この命題が真であることを言うためには、P の集合が、ねQ の集合の中に完全に含まれていればいいんですね。その確認をすればいい。
そのために、この場合は数直線で考えるのがいいですね。P は1から2までですね。1より大きくて2より小さい X の値の集合ですね。はい。で、Q は1以上3以下のこの間の数直線に乗っかっているすべての実数ですね。ということは、左図からP は Q に含まれていると言っていいですよね。はい、ということは、命題 P ならば Q である。これは真であるというふうに断言していいわけです。P の中の X の値であれば必ず Q の中にも入っていますよと。ねこれが言えるわけです。はい、それでは、括弧2番に移りますね。括弧2番。まずは、絶対値を外しましょうね。これ、x の絶対値が3以下っていうことは、原点からの距離が3以下ということですから、マイナス3以上3以下であればよい。ね条件9。ね、こちらは、中身が、ね、絶対値の中身が x-1 というふうになっていますから、まあ、置かなきゃいけないってことではないんですが、一応説明のためにね、置いてみますね。ラージ A の絶対値が3未満であればいい。つまり、ラージ A の値が原点からの距離が3未満であればいいってことですよね。ですので、マイナス3より大きくて、3より小さい値であれば良いということです。で、そしたら今度は、ラージ A を x-1 に戻しましょう。そうすると、こういうふうになりますね。で、この3つの辺それぞれに1を同時に加えて、ねマイナス2より大きくて4より小さいということがわかるということですよね。そうすると、このマイナス3以上3以下とマイナス2より大きくて4未満。これを数直線で表せば、こういうふうになりますよね。そしたら、P が Q に含まれているとは言えませんね。なんでかというと、例えば、マイナス 2.5 とか、ね、これ、P には入っていますけれども、Q からははみ出てますよね。なので、成り立たないなということで、命題は偽であるというふうに判断できますということですね。はい、では別解に行きます。真であるためには、条件 P が成り立つなら必ず、必ず条件 Q も成り立つことが言えないといけないんですよね。例外があってはいけないわけです。ということは、偽であることを示すだけであれば、一つ例外を、判例と言いますけれども、判例を示してやれば、もうそれで、偽であることが言えるわけですね。じゃあ、例えば、x がマイナス3の時、マイナス3は P には入ってますよね。でも Q には入っていません。ですので、これ例外に、判例になりますよね。x に、これ、P には入っているんだけれども、条件 P は満たすんだけれども、条件 Q の式、こちらに、x にマイナス3を代入すると4となって、3未満とはならない。これで条件 Q が成り立たないよと。したがって例外が見つかりましたので、判例となりますから、この命題が偽であると。こういう示し方もあるんですね。はい。では、3番と4番です。まずは3番。条件 Q の方を整理して、おきましょう。マイナス2以上2以下ということでいいですよね。そしたら今度はまた、先ほどと同じように条件 P を表す集合、これをラージ P。条件 Q を表す集合、これをラージ Q というふうに示して、で、数直線上で、P が Q に含まれているかどうかを調べましょう。
そうすると、これ明らかに P は、ね、Q に含まれているとは言えませんね。むしろ逆ですね。Q が P に含まれちゃってます。ですので、図より、成り立たないので、命題は偽であるということですね。偽であるということを言うだけであれば、判例を一つ示せばいいですので、例えば、x がマイナス3、この辺ですよね。マイナス3の時、条件 P の式ですよね、これ。その x にマイナス3を入れれば成り立つ。だけれども、じゃあ条件 Q の式。この x にマイナス3を入れると4以下になるかっていうと、4より大きくなってしまうんですよね。したがって、条件 Q は成り立たないので、判例として x イコールマイナス3があるので、偽であるということが言えますということですね。はい。では4番いきましょう。4番、まずは条件 P の式をね、整理しましょうね。はい。で、足し算と掛け算が2つあるわけです。どちらから考えるといいかというと、大体こういう場合はですね、掛け算から先に考えた方が場合分けが少なくてやりやすいことが多いですね。はい、A と B をかけて0より大きくなるってことは、両方とも正の数、ね0より大きい数か、または両方とも0より小さい数。ね簡単に言うと、A と B は同符号ってことですよね。はい。で、その上で A たす B 足すと0より大きくなるんで、A 大なり0かつ B 大なり0。2つとも正の数ということだなとわかりますね。はい。したがって、命題 P ならば Q。これは真であるということが言えますね。なぜならば、条件 P を整理していくと、条件 Q の式が出てきたわけですから、条件 P であるならば、必ず条件 Q であるというふうに言っていいわけです。はい、ここで、命題 P ならば Q であるですけれども、条件 P が成り立つならば、必ず条件 Q が成り立ちますよということが断言できるとき、ねこの命題は真であるというふうに言っていいんでしたよね。で、それは条件 P を表す集合をラージ P、条件 Q を表す集合をラージ Q というふうに置いた場合は、P の集合がQ の集合に含まれるという関係があるよということでしたね。はい。で、この命題が真であるときに限るんですけど、この時の仮定のことを、Q であるための十分条件、そしてこの結論の方ですね、P であるための必要条件という名前がつくんです。はい。覚え方は10分発の電車が必要という駅に止まるというふうに覚えましょう。はい、この十分条件、必要条件、これはあくまでも名前がつくのは真の命題の仮定と結論に対してだけです。偽の命題である場合は、十分条件とか必要条件とか、そういう名前がつくことはありませんので、そのことをよく覚えておいてください。真の命題の時だけ、十分条件、必要条件という名前が生まれるんですよ。はい、問題の2番です。こちら、中の式ですね。これよく見てください。さっきの問題の1番と全部一緒ですよ。ただ、聞かれ方が違うんですね。必要条件、十分条件について聞かれています。それでは、解説をしていきますね。はい、括弧1番ですね。まずこの問題文、この和のところですね。ここに注目して、この前後に
条件式があるんですよね。ですので、この青い部分と赤い部分、この2つ取り出してですね、で、命題を作るんですね。どちらを仮定、どちらを結論にしてもいいんですが、まずは左側を仮定、右側赤い方を結論としましょう。ね。そうすると、この命題が真か偽かをまず考えるんです。で、これ先ほどもやりましたように、真ですよね。ということは、命題が真なので、10分発の電車が必要という駅に止まる。ね。十分条件、必要条件という名前がつくんですね。はい。では、逆の矢印。こういう必要条件、十分条件を考えるときは、必ず両方の矢印で考えてください。ね。今度は右から左への矢印ですね。右側を仮定、左側を結論として命題を考えますよ。はい。そうするとこれは明らかに偽です。ね。x が3の時、こちらは含まれませんよね。成り立たないので、判例がありますから、これは偽であるということになります。ということは、この場合は、ね、必要条件という名前も十分条件という名前もつきません。ね。名前がつくのは真の命題の時だけです。したがって、左側青い線は十分条件で赤い線は必要条件ということなんですね。それではこの枠の中に入るのは1番から4番のうちどれなのかということなんですけれども、これはですね、ここの和の前がこれが主語ですよね。だからこの主語の条件を聞いているわけですよね、これはね。こうね。なので、この青い方の条件ですから、十分条件だなということです。で、必要条件ではないですよね。ということは、この場合は2番、ね、十分条件であるが、必要条件ではないというふうに答えるんですね。はい。それでは2番に行きましょう。この場合はどうするか。やっぱり、和の前後に条件が書かれてあります。ね。だからこの2つの条件で、まずは左から右への矢印ですね。この命題が真になるかどうかを確認します。で、先ほどもやりましたけれども、青い方はマイナス3以上3以下でしたよね。赤い方は、これ、絶対値を外して整理していくと、マイナス2より大きくて4より小さいでした。ということは、こういう数直線の図が出来上がりましたから、偽ですよね。で、今度は必ず反対側も確認してください。ね。でもこれ反対側も結局、この赤い方の集合は青い方の集合には含まれません。ね。含まれてませんよね。Q は P には含まれていませんので、やはりこれも偽です。ね。両方ともダメだということですね。なので、十分条件とか必要条件とか、そういう名前はもう出てきません。ということで、この場合は、ね、求められている青い方の条件は、はい、必要条件でもないし、十分条件でもないということになります。はい、3番。こちらも、和の前後ですよね。こちらに注目して、左から右への矢印をまずじゃあ考えましょう。そうすると、赤い方、こちらは整理すると、はい、因数分解してこうでしたね。二次不等式の解き方でしたよ。ね。そうすると、放物線の y 座標が0以下のところですよね。はい。ですので、マイナス2以上2以下ですということです。そしたら、これ、こういう数直線になりますから、左から右への矢印の時のこの命題は真か偽かと問われたら、これは偽である。ですね。例えば、
これ、x が2以下でだけでいいんであれば、マイナス3とかね、ありますけど、マイナス3はここに代入したら成り立ちませんもんね。なので、偽である。じゃあ逆の矢印はどうかと。x がマイナス2以上2以下であれば、x が2以下であると断言していいか。これは断言できますね。ということは、十分条件、必要条件という名前が生まれるわけです。10分発の電車が必要という駅に止まる。この矢印のスタートの方が10分ですよ。はい、十分条件、必要条件。ね。で、聞かれているのは、やはり、青い方、ね、x 小なりイコール2がどういう条件かを聞いていますので、この場合は必要条件ですね。そして十分条件ではないということで、2番ということになります。はい、では4番ですね。やはり和の前後に条件式があります。この青い線と赤い線のところですね。この2つの条件式で命題を作って、真であるか偽であるかを判定するわけです。まずは左から右への矢印。ねこちらの命題が真であるか偽であるかを考えるんですが、この青い線の方の条件ね、こちらの方を整理していきましょう。はい、まずはかけて、2つの文字 A と B をかけて0より大きいってことは、ね、これは両方とも正か両方とも負、つまり同符号ということですよね。で、足して0より大きくなるということですから、これは両方ともプラスの数ということですね。で、これは赤い方と全く同じ式なんで、つまり真であると、いうことがわかります。この命題が真ですので、10分発の電車が必要という駅に止まるということで、十分条件、必要条件という名前が生まれます。では逆の矢印はどうか。これはもうすぐにわかりますよね。両方ともプラスの数であれば、もちろん足してプラスになるし、かけてもプラスになる。したがって、真であると、成り立ちますよということですね。ということは、やはり10分発の電車が必要という駅に止まる。ということで、この場合は両方十分条件でもあるし、必要条件でもあるんですね。で、聞かれているのは、これ、青い線の条件を聞いてますから、十分であり必要であるということで、正解は3番、必要十分条件である。こういうふうに、これ、必要十分条件っていうんですね、この場合ね。で、この時は、青い方を P、赤い方を Q と条件に名前を付けるとすれば、ね、条件 P と Q の関係は、このように両方に矢印がついた記号で表されます。で、この時に、P と Q は同値であるという表現をするんですね。この同値っていう言葉は非常に数学では重要です。ね論理的に同じであることという意味なんですけれどもね。はい。で、同値であるときは条件 P で書かれているものを条件 Q に言い換えても同じだし、もちろん条件 Q で書かれている文章を条件 P に書き換えて問題を解いても良いということです。ね、非常によく使うものですから、これ覚えておいた方がいいですね。それでは最初の問題に入りましょう。これ答えはどうなりますかね。わかりましたか？これは答えだけ、言いますよ。正解は、1番、必要条件であるが十分条件ではないです。できましたかね。はい。説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。